私は、京都府の宇治市で、抹茶のお香の製作と販売をしております後藤京子と申します。で、同時に、宇治の観光客の方向けにその抹茶のお香の製作体験の、していただく、講師をしております。宇治市民になってからまだ8年なんですけど、ずっと宇治には憧れがあって、で、宇治に観光で来ていただく方に、楽しい時間を過ごしてもらいたいなっていうのがずっとありまして、で、地元の特産品の抹茶を使ったお香を手作り体験する時間を楽しんでもらいたいなということで、始めた仕事になってます。こちらにお抹茶と、あとお香の粉末、お香の材料はこの2つになります。で、このお抹茶は宇治のお抹茶を使っておりまして、この入っている容器はお夏目と言いまして、茶道でもお抹茶を入れる容器を使っております。で、これも計量してありますので全部入れたいと思います。で、この2つの粉を均一になるようによく混ぜます。この時に少しムラがあったりしますと、乾燥する時に形がちょっと歪んだりひびがいったりする原因になりますので、できるだけ均一になるようにしっかりと混ぜます。お水もこれは最初に適量計量してありますので全部入れていきます。あまり勢いよく入れちゃうと粉が出てしまいますから、ゆっくりと入れていきます。で、最初は少しお水を弾きますが、ゆっくりとなじませるようにして広げていき、で、この時にお客様からお抹茶のいい匂いがするねってよく感想いただきます。お水が少し加わるとお抹茶の香りがふわっと香ってきますので、最終的に粘土状の一つの塊になってきます。最後はこのように一つの塊になってきまして、で、もう手でここからは練っていきます。お香はもともと母が好きで実家でよく炊いてたりしたので、普段から馴染みはありまして、で、自分でもお香屋さん行って選んで、今日はこの香りを炊こう、で、今日はこの気分はこっちかなっていうので、普段炊くのはよくしていました。それをある日、作れるっていうのも知りまして、じゃあ今まで選んで買ってくるだけだったのが自分でも香りを作れるんだ。で、それを知ってから作る楽しさもあったりして、台所で普段料理を作るのと同じような感じで台所でお香を作って、で、うまくいったなとか、うまくいかなかった時もあるんですけれど、その作る楽しさもあったりして、で、その後はネットで材料取り寄せたりして、あとはもう自分で我流で作ってます。では、先ほどお話しさせてもらったふくらすずめという、日本で、伝統的に縁起の良いデザインと言われてるんですが、それを作ってみたいと思います。で、普段商品として出しているものは、ここまでは結構手作業でしていきまして、で、ここからプレス機でこうギューッと力を加えてしております。では最後、後ろの余分なところを取りまして、そして最後は木型からこのように外して、で、一つ完成になりました。これがふくらすずめです。ここは本当に宇治の観光の中心でもあるので、もともとこういうところで観光客の方に楽しんでいただきたいなという思いはあったんですけれど、神社自体、毎年秋の献茶祭を
行われてる神社でもありまして、でそういった関係者の方から、私のこういうお香作りをやってるっていうのをちょっとつないでいただく方がいらっしゃって、でお抹茶の口切りの儀とかいうのもされてますから、そういうつながりもあって会場として使わせてもらってます。ではお香の商品はこのように5つセットで販売しておりまして、先ほど私が作りましたこのような木型で1つずつ作っています。あとこの5個入りのお香を、炊く用の、専用の香炉がありまして、これは名前は銀葉と名付けたんですけれど、でここの下のキャンドルに火をつけると熱を加えると香りが出るという、そのようなシステムになっています。この香炉の特徴は基本的なそのような使い方の他に、組み立てると小さくなるという、コンパクトになるという特徴もありまして、ガラスのお皿と柱と底の皿の部分が全部分解できます。全部このようにひとまとめにして、例えばこんな感じで旅先に持って行ったり、あとお香作り体験のお客様にもお付けしてるんですけれども、お香とこれを持ってその後宇治観光もできるようにちょっとコンパクトな作りになっているのも特徴です。では、招き猫も作っていきたいと思います。もともとお香に抹茶が入ってるっていうのはあまりなくて、で抹茶って名前のついてるお香も抹茶をイメージしたもので、あんまり入ってるっていうのではなく、あくまでイメージとして爽やかなとか茶畑を連想するような調合っていう意味でされてるとこが多いようでして、でどうせならお抹茶を入れてお香を作ってみたいなと思ったんですが、ただお線香として抹茶を入れると火をつけたら煙の匂いの方が勝って全然お茶のいい匂いがしなくて、無理なのかなと思って諦めた時に、家で茶香炉を焚いてまして、でそれはお茶っ葉そのものを火をつけずに温めて香りを出すっていう、そこにちょっとピッときまして、じゃあ温めて香りを出すお香がもともとあるので、線香としてのお香じゃなくて温めて香りを出す印香とか練り香とかもあるんですけど、そういう形で抹茶のお香ができないかなと思って、そこから商品開発をして、じゃあうまく、お香の元つなぎになるものがあるんですけれど、それと抹茶をうまく混ぜたら、それを炊くといい香りがしたので、これだと思って商品化しました。まずお香自体がもともとは中国から入ってきたものではあるんですけれど、日本独自に結構発展した今形になってます。で私が作ってるこの印香は火をつけるのではなくて温めて香りを出すんですけれど、その温めて香りを出してお香の香りを楽しむっていうのが源氏物語の書かれた時代、平安時代に一番発展したと言われてまして、で宇治は源氏物語のゆかりの地でもありまして、光源氏、主人公の光源氏が炭でお香を焚いて香りを衣装に焚きしめた、そういうつながりもあったりして、お香文化も外国の方に、抹茶のお香を通じてですけど知っていただけたら嬉しいですし、であとうちのお香、印香という型に押し固めて形を作るお香っていう感じで印香って書くんですけれども、いろんな形を楽しめるっていうのも特徴の一つなんです。これはスズメです。スズメってでふくらすずめっていう漢字で書くと意味は寒くてふっくらしてるスズメをデザインしたものなんですけれど、名前には福を呼ぶスズメっていうふうに書いて、ラッキーアイテムとして日本では使われて、こういう着物に使われたり帯に使われたり、あと柱の衣装にも使われたりとかっていうふうに日本のデザインを外国の方にお話ししたりすると、じゃあこれ作ってみるわとか、ちょっと馴染みをね持っていただいたりするので、お香の形も通じて日本の
古くからあるそういう伝統的なエピソードなんかもお伝えできる楽しさは感じてます。抹茶のお香の香りをぜひご自宅で楽しんでいただけたら嬉しいです。可愛い形になってますので、手に取って眺めていただくのも嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、anjapan.jp をご覧ください。